本日未明、フェマール地方で大規模な地震が発生。これにより広範囲で停電が発生し、復旧の見通しは立っておりません。停電により信号機や街灯が消え、夜の街は真っ暗に。家庭では電気が止まり、冷蔵庫の中の食材が傷む心配も。スマートフォンの充電も残りわずか。こんな時に頼るのがエコフローのポータブル電源シリーズでございます。はい、台本でやろうと思ったけど、やっぱ僕はちょっとそういうの苦手なみたいなんで自分の言葉で言わせてもらいますけども、こういった地震が来た時などに停電が起こった場合にいろいろと使えるのがこちらのエコフローのポータブル電源シリーズでございます。簡単に言いますと、こちらのような小さくて軽量で持ち運びがしやすいリバー2プロ、そして大容量で大出力のデルタ2マックスでございます。そしてバランスの良いこちら、デルタ2となっております。そして今また新製品も出ておりまして、デルタ3プラスなどもございまして、このような電源があることによってですね、地震とか災害が起こった場合に停電って起こりうるわけじゃないですか。だいたい停電が起こると思ってください。そうした時に一番困るのはやっぱ電気が供給されないことによって、冷蔵庫も使えなくなりますわ。でエアコンも当然使えません。そして寒い時になると暖房が必要となっております。でだるま型ストーブとかそういった電源を必要としないストーブなら別にいいんですけども、こういったファンヒーターだと電源が必要になってきます。そんな時にやっぱこの電気来てない時に寒い思いするわけですけど、コンセントをこちらのここへつなぐことによって停電であってもファンヒーターが使えるというふうになっておりますので、とても安心でございます。で今回こちら3タイプ持ってきておりますけども、今回防災という観点でいきますと、どうしてもやっぱ停電の時間がどれぐらいになるかわからない。やっぱ長期になびっくりした長期にわたって停電した場合になった場合にですと、軽量でコンパクトなこういうリバー2プロも持ち運びとか楽なんですけども、やっぱ容量的にやっぱね少ないとなると、どうしてもやっぱ蓄える電量が大きい方がよろしいかなと思いまして、今回はこのデルタ2マックスとなっておりますけども、このデルタ2マックスですとこちらのデルタ2に比べると倍近くのやっぱ容量がありますので、大きさも違いはしますけども、その分の電気の使える時間っていうのが長くなって安心感につながります。ですので今回はこちらのデルタ2マックスの方の紹介をメインとしてやっていきますけども、他の機種もちょっといろいろ混ぜ合わせてやっていこうと思っております。スペック的に言いますと、2048Wh の大容量と最大 2400W の高出力を誇るデルタ2マックス、さらに拡張バッテリーを追加すれば最大 6144W まで増量可能となっております。拡張バッテリーをね持ってるともっと安心感は増えるんですけども、それをカバーするにあたってソーラーパネルを併用することによって、こちらの充電しながら昼間充電して夜はこちらの方の電源を使うということもできますので、この組み合わせが最強かなと思っております。私的にはねやっぱソーラーパネルがあってこその防災かなと思ってますんで、その辺ではやっぱセットでね買った方がいいかなと思うんですよ。どうしてもやっぱね、いくらポータブル電源があったところでね給電できなければ何も意味がないわけで、使ったら使った分だけ減っていくだけです。その分を減った分をこういうソーラーパネルがあったことによって昼間は充電して夜にそちらの方を放電をしてヒーターやスマホの充電などのこういった電源として使えるように置いとくのがベストだと思います。だからちょっとお高くはなるかもしれませんが、こういうポータブル電源とソーラーパネルっていうのはセットでこうやった方が防災的にはすごくいいと思っております。ちなみに我が家ではこれ旧型のパネルにはなりますけども、これを使って昼間充電をさせてもらっております。ちなみにうちの猫ちゃんエコフローのこの上が気に入ってていつも乗ってるんですね。ここはちょっと暖かいからなんだね、これね多分ね。これ余談ですけど、災害時にねこの猫ちゃんがね寒い思いをしないっていうこともできるっていうことをちょっとおまけで言っておきます。そしてこの小さいながらもこのリバー2プロでも持ち運びがいい上にその容量もそこそこありますし、一応ね一部使えないレンジもあるかもしれませんけども、電子レンジも動いております。私の実験では動いてますんで、そういった意味ではこの緊急用として、持ち運びがしやすいということでこのリバー2プロもお勧めしております。
それと災害時になりまして避難所生活ってのもあると思うんですけども、避難所に行けない方っていうのもいらっしゃると思うんですよ。例えばちょっとね、お子さんがちっちゃいとか、ペットがいるとかで避難所に入れないとかってなると、車の中で過ごすっていう手もあると思うんですよ。で、避難所ならなんとかなるものがやっぱりこの車の中ですとね、どうしてもそれも電源が必要なわけなんですけども、暖を取るにしたらエンジンをかけっぱにしておけばそれで一応暖房はつきますけども、ただね、ガソリンもやっぱりその災害時になると供給が不足するとかでできないとか、そういったこともできないこともありますし、やっぱりそのガソリンが満タンだとしても、意外とこのアイドリングってガソリン食うんですよね。で、結構みるみると減ってきますし、それとあと、排ガスの問題ってのもありますしね。ずっとはつけっぱなしじゃダメだと思うんですよ。その点でもやっぱそのポータブル電源がこう車の中にあることによってエンジンをかけなくてもスマホの充電ができる。あとね、暖房に関しては極端に言うと電気ストーブでも持ってくればいいんでしょうけども、それもやっぱ電気結構食うんですね。意外とそんなに持たなくなります。そういった時にこういった電気毛布とかを持ち込んで、これですとね、ワット数が、このように52ワットというふうになっております。で、これ電気毛布も常に52ワット使ってるわけではなくて、あったかくなると切断されたりとかしますので、でもこれで連続で使っても14時間。ただこちらの機種はデルタ2になりますので、先ほどのデルタマックスになるとこれの倍になりますよね。それぐらい使えるというふうになっております。先ほど言ったようにポタ電の電池の容量が大きいほどこういう安心が増えていくっていうのはこういうとこなんですね。ですからでっかい容量のものを買っとけば一番いいとは僕は思います。ただないよりかはあった方がいいですから、このようなデルタ2でもリバー2プロでもそういったのでも全然もうないよりかは全然いいですからね。そして充電に関してもこのようなソーラーパネルを置くことによってお昼にポタ電の充電をすることもできます。今みたいにこの曇天で太陽光発電ができないとしても、たまにねこちらの方エンジンをかけて暖房をつけている間にこの付属のシガーライターアダプターというか、こちらの方ですね、これを自分の場合ですとこちらの方の後ろの席にこのようなものがありまして、これを挿すことによってこのたまにエンジンをかけている間に充電をすることができます。ちなみにシガーライターからですと100ワット近くの充電ができますので、そこそこの充電ができますので夜のストックにはなると思います。災害時にね、やっぱどうしてもこういう車ってのは避難場所としても有効だと思いますし、そういった意味ではガソリンとかの供給がなくなると危ないので、普段から満タンを心がけたことをした方がいいかなと、この辺合わせて言いたいと思います。で、そしていつまでもこんなエンジンかけてるとエンジンのこのガソリンもったいないので、切った上の時にはこういった電気毛布なり、あとキャンプされてる方やとね、寝袋とか持って歩いてるとすごくそれだけでも安心ですしね、というのもいいかなと思います。そして概要欄と上の方にもリンクを貼っておきますけども、エコフローがあるから安心して食べれるということで、防災専門家や NPO 法人なんかのおすすめされている YouTube のチャンネルのこの動画がありますので、そちらの方もご覧ください。そしてエコフローなんですけども、社会貢献活動として、例えば地震があった時なんかにこのポータブル電源を寄付したりとかしてるそうです。そちらの方をご紹介させていただきますけども、先の能登半島地震に関しましてですけども、支援物資として70台のポータブル電源そんなにあげたのすごいな。そして15枚のソーラーパネル、100個のモバイルバッテリー、電気毛布などなどをそちらの方を寄付しているそうです。その他にもエコフローは能登半島地震で災害支援活動を行い、長崎県庁、鳥取市役所、品川区、千代田区、港区などで地方自治体の防災グッズとして活躍し、2003年11月11日に東京都港区と災害時支援協定を締結したそうです。あとエコフローは全てのユーザーに対して長期的なポータブル電源無料回収サービスを提供しておりまして、購入前後の日本語フルサポートを提供し、ほとんどの製品には5年間の保証、安心保証がついております。
私も長年結構ね、エコフロさんのこの紹介の役をさせていただいてますけども、デルタマックス2000ってのも使ってるんですけども、あれもね、結構過酷な僕使い方してたんですよ。フリードのこの炎天下の中とかでも、こうやって床下にずーっと置きっぱなしとかしてて、大丈夫だからね、今思うとすげえことしてたんですけど、まあ何の問題もなく使えてますし、まあ今までそういったなんかトラブルが一切ございませんでしたんで、この辺は僕は安心しております。で、一つもう最後に言いたいことは、もう皆さんね、結構地震とかそういう災害に対してはすごい敏感にはなってるんですよ。なんか世の中の噂とかでもそういったのもあって、南海トラフが起こるとかどうとかっていうことを皆さん囁かれてるんですけども、でもね、やっぱそこでならないとわからない話なんですけども、今のところまだ大丈夫だとか言って、こうやってこう、ポータブル電源手を出してない方がいらっしゃいますけども、僕は絶対的に買った方がいいと思います。まあ10万とかね、まあ物によっていろいろ値段は変わりますけども、ただね、やっぱあるだけでね、停電になった時の恐ろしさ、その時に頼れるポータブル電源あるってことはめちゃめちゃ心強いですし、災害時にどうしても不安な気持ちになるじゃないですか。そんな中でポタ電一つあるだけでも明かりが一つあるだけでめちゃめちゃな安心感が得られます。生きる力にもなりますし、頑張ろうって気にもなると思うんですよ。ね、もう物理的にもそうですし、精神的にもすごい頼れるものですんで、ぜひ迷ってる方もうすぐ買ってください、本当に。もう僕は別に売るためじゃなくて、本当にもう僕は個人的にそうやって、あることによってすごい安心感を得てるのは確かなんで、もうこれはもう、プライスですね、本当に本当に。迷ってる方も今すぐ買っちゃいましょう、本当にね。まあそんな中でね、エコフローさんっていうのはもう今まで使ってた中でそういった安心感はありますし、もう信頼めちゃめちゃしてますんで、だからこうやってこういう仕事をさせていただいてますんでね。選ぶならエコフローさんを選んでいただければと思います。まあとにもかくにもこの生活にも電気は欠かせないものになっております。そして災害時になったら電気が止まる可能性が高いっていうこともありますし、これから先、災害がいつ起こるかわかりません。いつ起こるかわからないもののためにも、今のうちに備蓄のために普段から使えますから、ぜひ買ってください。はい。ということで今日はこれまででございます。詳しい内容は概要欄の方にリンクが書いてありますんで、そちらの方からご覧ください。本日は本当は台本があったんですけども、台本使うとグダグダになるってことで、もう口任せに言ってますね。多少ちょっとボロがあるとかありますけども、これもキャラクターと思って見てやってください。ということで今回はこれまででございます。ありがとうございました。本当にもうポタ電おすすめしますんで、ぜひポチッとうちから買ってくれ。しかもバイバイ。